雑談です。企画恋です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったものなんかの話をしております。ぜひチャンネル登録と、高評価よろしくお願いしますということで、あとね、あれですわ、ほぼテレビの話しかしておりません。今日もそのつもりで、テレビを見ました。はい。昨日何をしてたかと言いますと、何をしてたんだけど、午前中に修正を上げちゃいましてね、偉い。で、午後という午後でもないからちょっとぶらりとね、出かけましてね、卒展を見に行っております。卒展ってね、知り合いのこの卒業制作のあれがあるっつんで、見に行ってたんですけども、ああいうのを見ると刺激を受けますよね。だから僕もなんかやろうと思いながらね、見ておりました。で、帰りにというか、その行き帰りの中で僕は電車でね移動するときは必ず本を読むようにしてるんですけども、そこでやっと、芸人春秋3を読み終わりまして、文庫版ね2、3と、読み終わりましたが、文庫版ので増えてたサシャバロン公演のくだりとかね、非常に面白いんで、あとはね3はやっぱりなんといってもジモン VS 武井壮ですわ。あっこがもう一番の面白いね。そうですね。あと三谷幸喜さんと伊豆監督のね、ここのところも面白いですね。いやしかしそうだな、武井壮、寺門ジモン、このくだりはもう最高ですよ、ほんとね。ここまでこうなんていうんですかね、人を掘り下げてというかね、本当に人に歴史あるよね、こう書いてるのはね、他に何読んだことがあるかって言ったらそんなないですけども、いや本当に面白いね。着眼点というか、そういうところが全部面白いなっていうところと、その根底に流れる感じでもないかな。裏テーマでもないかな。がこうバックストーリー、でもないか。なんかそういうのがあるんですけど、そこをね暴いていくっていう物語もまた一つ走っててみたいなところでね、そう本当にこうなんていうの、レイヤー構造でこう言うと多重なね、構成をしていて、本当に読み応えがある、本ですので、ぜひ読んでいただければなとは思いますね。で、昨日はあれですわ。昨日かな、これ見ました？昨日なの？昨日じゃないよ、ずいぶん前だ。火曜日に放送があった。僕は先ほど見たんであれですけども、これね、聞かざる声には理由があって、もうこれ笑っちゃうね、本当に。なんだろうな、今令和だよ、もう分かってる？誰が見てんだろうなところで、どういう気持ちで見ているんだろうっていうのが一番でかいですけど、いやもう笑っちゃいますよね。なんて言うんだろう、キラキラして、もう同じこと言ってるね。この間も言ったよね。キラキラしたのがさとか言いながら、あとインフルエンサーね、この川口春奈さんがインフルエンサーのくせにっていう言い方はあれだけどね、のくせにすぐなんか写真アップしたでしょって言われたら、すぐ消しますって、プライドねえのかよっていうね、
まあそうなんかな、こう時代的にそうな、まあ本人はね、わかんないですよ、ドラマの脚本がそうなってるからあれですけども、こう時代的にこう、そういうものがこう、発言に責任を持たないというかね、いや、あげて、写真撮ってあげますよって言って OK もらったと思ってるんですけどって思ってんだったら、あげたでしょって言われた時に、すぐ消しますって、そうなりますとは思いながらね、まあそういう、おかしいよなって、もうね、そこで引っかかっちゃうっすよね、普通は。ただこれ多分ね、見てる人はどこまでそこで引っかかってるのかわかんないですけど、まあ時代なのかなと思いながら、時代というか世代かなのかなと思う。もうほんまに自分の発言に責任ねえのかよ、まあでも中にはね、こうすぐ追消しする人もいるじゃないですか。夜中にこうなんか悩み事をね、こう発言したいというか、こう吐き出したいから、で朝になって全部発言を消すみたいな使い方は一つはあるとしても、インフルエンサーだっていう役でやっててね、こうすぐ消しますとはなりますかとか思いながら見ております。でだからね、あとあれですよ、クロスプレーが多いね。横浜流星君とのクロスプレーって、こうなんだろうな、車がね、まさかの2シーターっつって4人でキャンプに行くって言ってるのに、じゃあ2人乗りだったんで、その車がじゃあキッチンカーで行こうっつってキッチンカーに川口春奈さんと乗り込むんですけど、そこでこうね、こう窓を閉めるときにわざわざこう対面の窓をね、こう体を乗り出してこう閉めるんです。でクロスプレーになるじゃないですか。こうね、多いなと思いながら、そこで別に前回ね、こう冷蔵庫でクロスプレーをしてこうキスをしておるわけですよね。だからもうますますまたこう近づいてね、そこでは何もないんかいとか思いながらね。あとはね、気になったところで言うと、何ですか、電話中か、川口春奈さんがインフルエンサーってことでこうキャンプに出かけている間もあれですよ、こう電話でね仕事をしたりパソコンを開き出したりするんですが、こうで後半それデジタルデトックスだっつって、後半への振りになるんですが、常にこうスマホを見たりしていて、で仕事の電話がかかってきた時に電話のシーンでこうね、話し相手がワイプでこう画面中に出てくるんですよね。ドラマってなかなかそういうことね、今まではねしてこなかった。こうカットで切り分けてたり、あってもそこが半々にするとか、ワイプで切って出すみたいなのがね、なんかちょっと僕、世代なのかな、違和感を感じるんですけども、そこはこうね、話してるね、それはこう映像的にというかね、相手の表情を想像させる、例えば演技であるとか、こうカット割りでね、そこを見せるのがこう監督の腕なんじゃねえかなとは僕は思うんですよね。そこをワイプで切って出しちゃうで、両方の表情が分かるみたいなのは、あまりにも安易というか、こう技がないですよねっていうのは、あれを見ててちょっとなんだかなとか思いながら僕は見てるんですけど、普通に見てる人は何とも思わないのかな、どうなんだろう、そこはちょっとなんか違和感を感じちゃうんだよなって思いながら見ておりました。言うたら映画的、でも映画的ではないとか言いながら24とかでは結構あんな感じでやってんすよな。時代かなというのはちょっと引っかかって、ここもね2つ目の引っかかりポイントで、だからキャンプでね、何ですか、キャンプに行くときにその不具合っていうのは言いたいんですけど、これ後半かかってくるし、インフルエンサー、役どころからしてワンピースでも許容範囲かなとか思いながらですよ、見てはおったんですが、調理シーンね、異常に長いんですよ。キャンプ通常着いたぞっつって調理シーンが異常に長いというか長いんですけど、YouTube とかでキャンプ動画ってこう再生数いいから
だからその調理シーンをね長くしてんのかなとか思いながら、考えすぎですか考えすぎですかね。キャンプ動画じゃねえんだからって思いながらね見ておりましたわ。あとはねこれどこで川口春奈さんがねどこで言ってたかな、私何じゃあ川口春奈さんじゃなかったかな、あれだあっちの人だ、アーティストの中村アンさんが私何やってんだろうっていうシーンがね出てくるんですよ。それコバのコントかよってもうマジで思いましたよ。マジでコバのコントかって思ったね、本当に。いや面白いな。そうだから僕はこれ着飾る恋には理由があってはね、こうぐるぐる1周も2周もいや30周ぐらい回って見てんじゃないですかね。いやそれをこうさ1周もせずにストレートに受け止めてる人がいるのかなっていうのは思うんですけど、いやほんとコバのコントかって思いましたよね。私何やってんだろうっつってね。いや面白いね。んであとはあれですね、そのワンピースがね2人でこう人に行くっつって、そうもう何にももう前にこうクロスプレーでキスしてる2人がですよ、2人揃ってこう人に行って、そこで何にもねえわけねえだろうと思いながら、何にも一応こう綺麗なドラマの都合上何にもなく進むんですが、こう風呂に入ってる間にその派手なワンピースがこう風に吹かれて飛んでいくわけですよ。そんなお前ワンピースだよそんな強風なかなかの重量あるでしょ、ワンピースといえども。まあいい、そこはいいとしようか、飛ぶんですよ。で、うわーっつって、で、開けたら、こう、ダサい服で、こう、2人が帰ってくるシーンで、最後に、その、ね、服を買いに行くシーンが、こう、回想シーンで出てくるんですけど、いやー、シーンは、ワンピースは風で飛ばねえだろとか思いながら見ておりましたそれ最後に聞いてくるんでねあれでしたけどもっていうのを見ながら思って、ちょっと待ってね、急便来ちゃった。はい、そんな感じ、本当にコバのコントかと思いながら、どこまで話しましたっけね。そうですね。あと最終的にこうねコテージで2人寝てね、朝起きたシーンが挟まるんですよ。もう絶対やってるだろうな。やってなきゃもう俺は納得しねえよ。もうやっといてくれなくちゃ困る。俺が困ることはねえけどって思いながら、いや非常に面白いね。聞かさぬ声には理由があって、これもっとみんなに見てほしいわ。本当にこんな面白いドラマないね、今季一番じゃないですかね。いや面白いっていうのがありましたんで、ぜひまだね TVer で見れますんで、僕は毎週録画してますよ。これ TVer であるの分かっていても、これねこんだけいじれるドラマなかなか出ないですよ思いながら見ておりましたんで、皆さんもぜひ TVer でご覧になっていただければなと思いますといったところで、ちょうど時間となりましたね。最近Amazon プライムが僕に浪曲のねアニメの浪曲を勧めてきて、ついつい俺は AI に負けたぜ、浪曲を見てしまった。それがまたほんで面白いで、タイマーズのね入場の時に浪曲がかかってたりしたんで、いやさすがにこの年になると浪曲も染みてくるなと思いながら、ちょうど時間となりましたということで、別にちょうどいい時間でもないんですが、見ておりましたということで、ぜひチャンネル登録と高評価、あとキカ恋って略してるのかな、ぜひ見てくださいということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。